写真に写る笑顔の男性、皆さんはこの写真の意味わかりますか？何か楽しいことがあったのか、面白いものでも見ているのか、実はそのどちらでもないんです。この笑顔の裏に隠された非人道的な歴史とは？はい、どうもアルゴメドミのケンちゃんです。どうも欅坂46の新センターになってます、闇闇こです。今日は深すぎるだろお前。というわけでね、今回は恒例の意味がわかると怖い写真シリーズです。もう一回ぐらいまともにシリーズ発音しなさいよ。シリーズです。いや、今回はね、もう今ではね、カメラないか今ではね、考えられないようなね、過去に行われていたとんでもないひどい実験にまつわる意味がわかると怖い写真をご紹介していきます。科学の名のもとに行われた非人道的な実験、倫理観が欠如した恐ろしい実験の記録とは。本物の笑顔。一つ目はこちら。笑顔で写る男性の3枚の写真。どの写真もとても楽しそうに笑っているように見えます。しかし、実はこの男性、笑ってはいられないようなある深刻な症状を抱えているんです。その症状とは、この男性はなんと、顔の感覚が一切ないんです。本来であれば、この写真のような笑顔はもとより顔の表情を作ることは困難なはず。ではなぜこの男性は顔の感覚がないにもかかわらず、このように笑顔の写真を撮ることができたのでしょうか？その理由には別のアングルからの写真を見ていただく必要があります。それがこちら。二人の男性に挟まれ、顔に何やら針金のようなものを当てられています。一体何が行われているのでしょうか？実はこの男性、電極で顔に電気を流されていたんです。そうすることで顔の筋肉を無理やり動かし、笑顔を無理に作らされていたんです。これらの写真は19世紀のフランスの神経学者デュシェンヌ・ド・ブリョーニュが行った実験の記録として残っていたものだったんです。当時の心理学では人間の顔の筋肉と魂は直接つながっているのではないかと考えられていました。そこでデュシェンヌは表情と感情の関係を明らかにし、表情がどのように作られるのかを調べるためにこのような実験を行っていたんです。また他にもこのような写真も残っています。これは顔の片方にだけ電極を当て、顔の左右で違う表情を作る実験の様子が記録されたものです。この実験でできた笑顔は頬が上がり、目の周りにカラスの足跡のようなシワがあります。これがデュシェンヌの笑顔と呼ばれるものであり、デュシェンヌが理想とする笑顔として本物の笑顔と表現されていました。電気でやるときやべえっすね、これね。ビビ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 相当きついよこの顔。ウィローブルック州立学校の生徒。次の写真はこちら。この写真は1956年から1972年までアメリカのニューヨーク州スタッテン島にあった国営の知的障害者施設ウィローブルック州立学校の生徒を撮ったものです。実はこの学校ではある非人道的な研究が行われていました。その研究を主導していたのはソウル・クルーグマンという医師。この医師は1983年にはアメリカの医学界において最高の賞であるラスカー賞を受賞しています。そんな華々しい功績の裏側には手放しでは喜べない大きな罪が隠されていたんです。クルーグマンはなんと施設の生徒たちを強制的にウイルスに感染させていたんです。そう、彼は意図的に生徒たちをウイルス性肝炎に感染させる人体実験を行っていたんです。そもそもウイルス性肝炎とは通常発病すると風邪と同じような症状で始まります。つまり発熱、倦怠感、食欲不振、嘔吐、下痢、痛みなどです。その後、黄疸症状という皮膚や白目の部分が黄色くなる症状が現れ、尿は茶褐色になり、便は灰白色になります。早期に治療を行わなければ、高い確率で肝硬変や肝臓がんに進行してしまう恐ろしい病気なのです。なぜこのような恐ろしい病気であるウイルス性肝炎に意図的に感染させる必要があったのでしょうか？当時はまだ肝炎の病原体であるウイルスを実験室で培養することが不可能な時代。治療研究には人体を用いるしか方法がないとされていたんです。そう、人間を実験台にしたんです。その実験方法は施設内の子供たちを2つのグループに分け、片方にはガンマグロブリンという肝炎発症予防薬を投与し、もう片方には投与しない状態で両グループにウイルスを感染させるというものでした。そのウイルスに感染させるために肝炎発症患者の便からの抽出物を食べさせるという深い極まりないものだったそうなんです。この人体実験における被験者のなんと800人以上が死亡してしまったんです。実験内容もやばいんですが、この学校自体の環境も劣悪なものだった
ったといいます。収容人数は多い時で6000人以上にも上ったんです。そんな中、衛生状態は非常に悪く、麻疹、呼吸器感染、赤痢などの様々な寄生虫病が発生。また、入所者の約半数がトイレの用を自分で足せなかったため、便が至るところに撒き散らされ、そこでさらに経口感染する肝炎が広く蔓延していったんです。この様子を視察したロバート・ケネディは、汚物と汚れに身を包み、衣服はボロ切れで動物を動物園に入れるケージよりも快適でない部屋にいると述べ、環境の改善を求めていたんです。しかし、クルーグマンの現在では考えられないような人体実験も当時の倫理的審査では問題なしとして承認されていたというから驚きですよね。その後、やはり告発者の登場やマスメディアによってこの研究は世論の批判を浴びることになるんです。それに対してクルーグマンは、もともとウィローブルックの衛生状態は極めて悪く、入所者は放っておいてもいずれ肝炎に感染する。被験者になれば衛生状態の良い特別病棟に入り、他の感染症にかかる危険は低くなる。被験者は肝炎ウイルスに対する免疫が獲得できると、へりくつとしか思えない反論ばかりだったんです。クルーグマンはこの時に入所者の両親への同意について言及されると、親には十分に説明し同意を得ていると答えたのですが、実際には発症する率は低く、発症しても穏やかなものに過ぎない。一生続く免疫が獲得できるかもしれない。予防できる可能性のある新しい方法を実施すると説明し、ウイルスに感染させる人体実験についての詳細は曖昧なものにして告知をしていなかったんです。その後、クルーグマンは最終的に B 型肝炎のワクチンの開発に成功したのですが、これほどの大きな犠牲の上に成り立っていたと考えると、手放しには称賛できません。たとえ役立つワクチン開発しても、こんなことしちゃダメやってわかんないの、本当に。この人道徳の授業受けてないわよ、絶対に。まあなんか多分心のノート書いてないですけど、懐かしい心のノートとかよくあんた出てきたわ。何ザ・コリー。このコリー犬の頭がロボットに繋がれた絵が描かれている本の一部の写真。なんだかアニメや漫画の設定画のようにも見えますよね。一体これは何を記している本なのでしょうか。これは1970年代にソ連、今でいうロシアで出版された学術書籍の一部分なんです。アメリカとソ連の冷戦下の1958年に犬をはじめネズミなどの動物を使ったある実験が行われていた記録なんです。その実験とは、サイボーグ開発。写真にあるコリー犬を使ったサイボーグ兵器の開発計画はザ・コリーと呼ばれ、10年間もの間開発は進められていたんですが、1969年に中止されてしまうんです。それからこのプロジェクトは極秘情報として扱われてきたのですが、1991年のソ連崩壊に伴い、この情報は公開されました。この研究の最終目標は人間への応用を目指して行われていたと言われています。そして、このようにイラストではないロボットの写真や、ロボットの実験の様子を収めた写真も公開されているんです。しかし、このプロジェクトはフェイクだという意見も多くあるんですが、ソ連ではこの実験を信じさせるに至る多くの犬を使った実験が行われていました。その一つがセルゲイ・ブルネンコ博士の犬の蘇生実験です。この実験は1920年代に行われました。切断した犬の頭部をオートジェクターという人工心肺システムに接続し、数時間ではあったのですが、生かしておくことに成功したんです。切断された犬の頭部のそばをハンマーで叩けば驚いたような反応を見せ、目にライトを当てると瞬きをしたという記録も残されています。いやー、非常にひどい実験ですよね、これ。他にも、ウラジミール・デミコフという博士が犬を使った実験を繰り返し行ったとされているんです。それがこちらです。お分かりいただけるでしょうか。この写真、小型犬が大型犬におんぶしているわけではないんです。2頭の犬同士が結合されて相当の犬になっているんです。写真からもわかるようにちゃんと生きたまま繋がっているんです。ソ連の科学者たちによるこのような恐ろしい実験を見ると、サイボーグ犬開発プロジェクトザ・コリーも甚だありえないとは言い切れないですよね。20世紀最高の頭脳と称されるアルベルト・アインシュタイン。この舌を出した写真には彼からの人類への警告が込められているという。天才アインシュタインが舌を出した本当の理由とは一体？